まだちょっとどの辺りにアジがついているかわからないので、手前の方まで結構丁寧に探っています。いやー、当たらない。はい、こんにちは、矢野です。今回はちょっと気になっていたポイントにアジが釣れるか調査に行ってきました。情報を持ってない場所だったんでアジが釣れるかどうかわからなかったんですが、キャロやフロート、タングステンシンカーを使った円筒の釣りを駆使してアジを狙ってきました。果たして情報がない場所でアジは釣れたのでしょうか。またリアルな実況シーンをご覧になりたい方や、僕が最近買って試しているアジングの製品をいち早く知りたい方のために、ノーカットの実況動画や買い物動画をメンバーシップ限定で公開しています。興味のある方はぜひそちらもご覧ください。それでは実況編どうぞご覧ください。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきます。ちょっと風が強い状況で波もジャブジャブしている時ですが、頑張って狙っていきます。で、今回イージーフロートワイヤーにシャローフリークのスーパーダイブ 16g つけています。で、下はレンジシュートヘッドの L サイズにイージーシェイカーの3インチ、この組み合わせでアジを狙っていきます。ヒュッと。さあ、釣れるでしょうか。アジがいそうな深さまでカウントを取りながら沈めていきます。で、狙った深さまで沈んだらレールをカチッと返して軽く糸吹きを取ってちょんちょんちょんとアクションと食わせ沼を交互に入れながら探っていきます。で、この場所は、この時期にちょっと生えるのは初めてで、釣れるかどうかわからないんですが、何かいいサイズ出ないかなと思ってやっています。ちょっと釣れない可能性もあるんですが、その時はその時で我が家にあるアジストックを食べようかなと思うので、でも何か釣りたいですね。釣れるかな。もうか。いや、残念。一投目して、当たりがなかったので、ちょっとまた投げる方向を変えてアジを探していきます。着水したらカウントを取りながらフリーフォールで沈めていきます。で、極力横から風が吹いているので竿を下に下げて風の影響を受けないようにして、そして狙った深さまで沈んだら軽く糸吹きを取ってちょんちょんちょんとアクションと食わせ沼を交互に入れて探っていきます。いや、しかし波が結構激しくなってきて、ちょっと防波堤の上に波が上がりだしたら危ないのでやめようかなと思います。いやー、当たらない。残念。ちょっと当たりがなかったのでまた手前の方で回収します。で、次ちょっとワームを光らせます。グロー系のワームつけているので、ライトを一回パッと当ててやって、そしたら光るのでこれでいきます。光があったらアピールが強くなってアジがパクッと食う時もあるので、ちょっと今回光らせて、そしてさっき探ってきた深さよりもさらに底の方を探ります。投げる方向を変えて探ってみて、反応なかったんで次は探る深さを変えていきます。潮がもうほとんど流れてない場所なんで、ただ風によってラインがはらんで、そしてフロートが流されてしまうって感じですね。これはもうか。ちょっと近くの藻にかかりましたね。やっぱ近くは岩とか藻があるんで、ちょっと早めに回収しないとダメですね。ちょっと藻がついていました。ちょっとああいった障害物に当たったら針先が大丈夫かどうかはしっかりと確認をして問題ないのでいきます。そして違う方向に投げて違う深さを探っていきます。ある程度そのアジの付き場が絞れていたら、その付き場のいるところだけ周辺を探って、そしてもうすぐに回収っていうのもいいんですが、まだちょっとどの辺りにアジがついているかわからないので、手前の方まで結構丁寧に探っています。で、残念ながら反応なかったんで、もう一回ちょっとワームを光らせます。カーッと光らせて、ただ結構このように光るので、これでちょっと投げる方向をもう一回変えて、さっき探ったところよりも底の方探っていきます。今日はシーワスロッドスイープマスターを使っていますが、いや、フロートの釣りがやっぱやりやすいですね。
適度にティップが入って、フロートの操作感とか、快適にやりやすいですね。ティップが入りすぎてフロートが全然動かないっていうこともなく、もうこれほんとフロート用の竿じゃないのかなと思うぐらい使いやすいですね。ただ、当たりがない。シャローフリークのスーパーダイブでやっていましたが、やっぱり横風で流されて狙った深さまで沈んでない可能性があるので、ちょっと次タングステンシンカーに変えてそこの方を探るようにしています。ちょっと仕掛け交換します。よし、そしたら仕掛け変えてきました。イージーフロートワイヤーにタングステンシンカーの 10g にしました。で、下はレンジシュートフックの L サイズにワームイージーシェイカーの3インチでいきます。ピッと投げて着水したらもうそこの方まで沈めていきます。もうそこまで沈めるので、もうラインがフリーフォールで出なくなるまで出していきます。で、竿は、マニューバーの84チューブラに変えています。スイープマスターでタングステンシンカー使ってもいいんですけど、10g ぐらいだったら、ちょっと向こうはフロートの仕掛けを用意しているので、スイープマスターはフロートを使って、マニューバーの方はタングステンシンカーで探っていくっていう感じで使い分けていきます。で、横風が強いので、ちょっとフロートでは、シャローフリークのスーパーダイブでは、そこまで沈めれてなかったので、タングステンシンカーに変えて、そこの方を探っていくという感じですね。なので、これ風がない状態だったら、フロートでもゆっくり釣っていってもいいんですが、今なんか触ったような気が、ちょっと当たりっぽかって、思わず合わせを入れたんですが、かからなかった。投げる方向を変えて、探っていきます。当たりないなぁ、残念。根がかりする。回収。ちょっといろいろ試しましたが、タングステンシンカーで探りましたが、反応なかったので、ちょっと次、浮力体のキャロに変更して、また釣り方を変えて探っていきます。さあ、そしたら仕掛け変えてきました。浮力体のキャロ 11g に、下がレンジシュートフック L サイズの 0.5g。ワンはイージーシェイカーの3インチにしました。さあ、これで狙っていきます。で、竿はマニューバーのままです。スイープマスターはちょっとフロート用で置いておきたいんで、風がうまく弱くなったタイミングがあったら、そっちを使ってもいいかなと思うんで。いや、でも、釣れないなあわよくば何かいい群れ入ってるかなと期待して、ちょっと入ったけど、今のところ返り討ちにあっております。一回も当たりがなかったら、ここには今回試した釣り方で釣れるアジはいなかったっていう風な感じで判断はできるんですが、でも当たりがないのはメンタル的にちょっとダメージがきますね。ちょっと悔しいな。ポイントの見極めが甘かったか。いや、まだちょっと釣れないと決まったわけじゃないんで。じゃあちょっとまた投げる方向を変えて探っていきます。こんな感じでいつも釣ってるように結構言われるんですが、釣れてない釣りとかも入れながら地道にコツコツと努力しています。全く当たりがありません。じゃあまたちょっと投げる方向を変えて、ピッと。僕はやっぱ割といろんな釣り方をやるタイプなので、引き出しが増えたらやっぱり今までジグヘッド単体でしか釣ってなかったポイントでも沖の方を探ることによってジグヘッド単体では釣れてなかったアジも釣れるようになる可能性もあるので、極力引き出しは多く持つようにしております。釣れないなぁ。いやー、これは完全にポイント外したかなぁ。残念、反応なかった。今回、最初にフロートやって、そして、タングステンシンカーを使った、キャロを使って、そしてこういった浮力体のキャロを使って3種類の釣り方を試しましたが、残念ながら反応がなかったです。引き続きいろんな釣り方を試しながら、この入ったポイントでアジがいるかどうか探していきたいと思います。では、頑張ります。ただいま、帰ってきました。いやー、久々にちょっと坊主を食らったのでテンション下がり気味です。他の場所に行ってピッと釣ってもよかったんですが、今回は調査の釣りということで、もう潔く坊主を受け入れました。で、残念ながら1匹のアジが釣れなかったんですが、うちには熟成中のアジがちょっと残っていましたので、今回それらをさばいて晩酌していきたいと思います。ドーンと
少し前の調香で釣った尺アジになりますので、このうちの1匹をさばいて晩酌していきたいと思います。なかなか重量感があって美味しそうです。ちょっと尻尾は乾燥していますが、丸々っとした美味しそうな尺アジです。今日の味はちょっと超えてはいるんですが、油が少なそうなので炙りにしていただこうと思います。まずは鱗をまんべんなく取っていきます。でまず頭を落とします。半分ずつスンと落とします。そしてまずは皮を剥ぐために薄くそれぞれに切れ込みを入れてやります。スーッと引く感じで、そして軽く皮をつまんでやってキリキリキリと、そしたら割とお腹の身が持っていかれずに皮を剥ぐことができます。でこの状態で背中側からスッと包丁を入れて、反対側からスッと包丁を入れて真ん中のところを骨に沿わして、そしてスンと断ち切ります。いや、身も真っ白です。反対側も同じように背中側から皮をつまんでやって、でもうこのサイズになるとここのゼイゴがもうめちゃくちゃ鋭いので、手を怪我しないように注意してください。結構ね、ずるっといったらざっくり切れてしまいます。そしてお腹側から次はスッと包丁を入れてやって、繰り返して背中側からスッと包丁を入れます。そして真ん中で背骨に沿うように包丁を入れてやって、パスンと断ち切って、こちらをいけました。結構思ったより油入ってますね。最初はあんまり油ないかなと思ったけど意外とあります。そしてあばらをスッとすいてやって、でちょっとこの辺りも軽くトリミングしておきます。そして血合い骨を抜いておきます。まあこれも手間ですが見栄え重視ということで、一本一本しっかり抜いておきます。そして軽く塩を振って塩締めしておきます。ちょっと手間なんでそのままいこうと思ったんですが、割と油が入っていて塩締めした方が美味しくなりそうだったので一手間加えます。軽くパーッと振ってやって、これで冷蔵庫で20分ほど寝かせます。さあ20分冷蔵庫で寝かせました。ちょっとだけ水分出ていますね。今回ちょっと1週間ほど熟成されたので、もしかしたらあまり水分が出ないのかもしれません。そしてお酢で塩を軽く流します。そしてキッチンペーパーでしっかりと拭いてやって、そしてバーナーで炙ります。もう油が思ったより入ってた。そして玉ねぎのスライスと貝割れ大根をパーッと盛り付けていって、ちょっと中心は高さを出すために貝割れをメインで置いて、そして炙りのアジを切っていきますが、今回ちょっと太めに切っていきます。いつもは最近薄切りが多かったんですが、厚めにいきます。もう半身も大きめにいきます。いや、思ったより油が入ってますね。炙ったら油が浮き出るんで、あんまり油が入っていない魚にはいいんですが、今回の味はちょっと炙ることによって脂っこくなるかもしれないですね。まあでも美味しそう。最後の一切れ、アジの炙りの完成です。油がめちゃくちゃすごい。で、先に今日はお酒を作っておきます。僕の動画では初登場のバー宮尾さんオリジナルのクラフトジン祇園です。メイドイン愛媛になります。これでジンソーダ作っていきます。最初にジンもとろーっと入れてやって、
軽く混ぜてジンも冷やしてやって、ですだちをちょっと絞って入れてやって、ソーダを入れて混ぜてやって完成です。それではいただきます。いや、美味しそう。ちょっとすだちも用意しました。軽くすだちを打ってやって、そしてポン酢もかけてやって、まずは味からいただきます。極厚。濃厚。めちゃくちゃうまい。思ったより油が入ってて美味しい。次は玉ねぎと一緒に、ちょっと味だけだったら脂っこいんで一緒にいただきます。これはすごいうまい。味ではないような、なんかちょっとハマチに近いような感じの味ですね。油が思ったよりすごかったです。お酒もいただきます。めちゃくちゃいい香り。いや、僕はジンはアルコールの匂いがすごいするイメージだったんですけど、これ全然すっごい爽やかで柑橘の香りがして美味しいですね。どんどん飲んでしまいそう。で、今回の味は結構油が入っているので、油のある魚にはすごいこのジン合いますね。この油っ気のある魚を食べて、このジンソーダですっきり爽やか、食中酒ですごいいいですね。美味しいので箸が止まりません。肉厚肉厚。こういう太めに切るのも食感がまた変わっていいですね。濃厚で美味しい。ちょっと炙ったら焦げ目の感じが入って風味が変わるのでいいですね。いや、これジンもめちゃくちゃうまいな。ハマりそう。で、ちょっと半身ポン酢でいただいたんで、もう半身はちょっとすだちを絞って、そして軽く塩をつけていただきます。これも合うんじゃないかなと思うんですよね。この食べ方も美味しい。最高。すだちを絞って柑橘の爽やかさが入って、そして塩味で素材の味を邪魔せずに生かしたまま食べれるって感じですね。うまい。坊主だったショックもこれですごい忘れられますね。美味しい。ほんと最近ちょっと僕ジンに挑戦したんですけど、予想以上に美味しくて、もう残りがほんのわずかになってました。このジンめちゃくちゃ美味しいんでおすすめです。塩で食べても美味しいですし、玉ねぎやかいわれ大根と一緒に食べるのもさっぱりしていいですね。最高。いい晩酌だ。お酒のペースも速くなりそう。じゃあちょっと酔いも回ってきそうですが、じゃあ残り今日の坊主だった釣りを反省しながら脂のりのりの味をいただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回は気になっていたポイントに味調査に行きましたが、残念ながら久しぶりに坊主を食らってしまいました。一匹も釣れなかったので、僕が試した釣り方で釣れる味はいなかったと見切りをつけやすいので、そこは前向きに考えたいと思います。で、今回はアジは釣れなかったんですが、冷蔵庫で寝かせていたちょっと大きめのアジがいたので、それを炙りでいただきましたが、いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。そして祇園オリジナルのジンも脂の乗った味との相性がめちゃくちゃ良くて超美味しかったです。ちょっと美味しくてクイッと飲み過ぎてしまいましたが、これまでのジンのイメージが一気に変わりましたね。おそらくアジフライとの相性もいいと思うので、今度また試してみます。今回は残念ながらアジを釣るシーンをお見せすることはできませんでしたが、これに懲りずにアジを追いかけていきたいと思います。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ
初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。